どうも、カイです。今回はウェールズ、ボマリス城に来ています。前回紹介したボマリス監獄から歩いて5分くらいのところにあるんですが、この城も心霊スポットです。特に城内のチャペルは、時折合唱する声や叫び声が聞こえることで有名なので、その背景や城の歴史を紹介できればと思います。このチャンネルは、教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録お願いします。早速、ボマリス城を見ていきましょう。ボマリスの町外れに古城が残されています。これが城の入り口です。ボマリス城は1295年に建設が始まった城です。前回紹介したコンウィー城と同じくイングランド王エドワード1世が建てた城の一つです。ウェールズ王家の血筋を持つマドックがイングランドに対し反乱を起こしたものの1年で鎮圧。そして北ウェールズを複数の要塞で囲み民を支配下に置こうとしたのですが、その結果作られた城の一つがここボマリス城です。すごい、本当に廃墟になった城だ。この城には2000人以上の労働者が動員されましたが、1298年には予算不足で建設がストップし、今でも未完の城として残されています。これあれですね。内側から敵に向かって槍とか弓で攻撃してた場所ですね。城の中はコンウィー城と同じように塔がたくさんあります。なんだこれ。この城ができた時からやっぱりその金属の技術っていうのが進んでたらしくて、実際にこれどれほど金属がちゃんとしてたかっていうのをこれ叩いて体験できるエリアになってます。友達のドミニクです。彼は10年ぐらい日本住んでて、ちょっとイギリスで再会した感じです。塔にも登ってみましょう。全体的にダンジョン感がありますね。ところどころ窓があって外の様子を見えます。こっから敵の様子確認したのかな。これがなんだろう、井戸かな。石が本当に綺麗に積まれてて700年間残されてるのも納得します。こっから上行けんのかな。いや、ほんとなんかラピュタの城みたい。上行ってみましょうか。ちょっとこの塔登ってみます。まずすげえ。ちなみにこれがさっき俺らがいた中庭ですね。さらに上行きましょう。天井だけ。もう苔が蒸してますね。で、奥に見えるのがボマリスの町です。で、今映ってるのが城の真ん中にあった一番高い建物ですね。後で行ってみます。にしても緑が美しい廃墟の城です。これまで見たのは城の南側でした。それでは真ん中の広場を見てみましょう。中庭は城壁にぐるっと囲まれてます。コンウィー城に比べても中庭が広いためか城壁に威厳を感じます。なんかほんとクイディッチができそうな、そんな感じの雰囲気がします。あそこに入り口あるんで城入れんのかな。行ってみます。ここから中入っていきましょうか。入り口からして先ほどの塔よりも不気味な感じがします。やば、暗っ。ここも自己責任でって感じですね。どこ行こう。じゃあちょっとまず登ってみましょうか。上、このダンジョンみたいなとこ。マジダンジョン。実はこの先に通ると気分が悪くなる廊下が存在しています。ここから先チャペルですかね、昔の。このチャペルへの道を通ると誰かの視線を感じることがあると言われています。すげえ、刑務所みたい。実際に歩いてみましょう。狭いな。この細長い通路に小さい部屋がたくさんびっしり。
監獄みたいな雰囲気を漂わしてます。これか？なんだろうこの部屋。普通の部屋ですね。真っ白な部屋がある。これはチャペル横の前室で、王が一人で礼拝を行うときに使用していたそうです。チャペルを覗きましょう。教会が現れました。主にイングランド王やその家族の礼拝所として使用されました。13世紀に建てられた城の中に作られた教会です。保存状態いいな。で、それぞれスタンドグラスが壁にあって光を取っていて、すごい綺麗な色をしてます。天井もよく見る教会の様式ですね。ここはこれまで何者かの合唱や叫び声が聞こえたとの報告が続出している場所でもあります。誰の声かは謎です。これ多分城一周できるのかな。ここはコンウィー城っぽい雰囲気ですね。城の別エリアも見てみましょうか。メインの塔のてっぺん来ました。建物で言うと2、3階建ての建物の上に屋上がついてるみたいな、そんな感じですかね。城壁の上を歩けるのもこの城の特徴です。石が放牧されてます。あそこで。すげえ石組みがよく残ってる。この城は1403年にウェールズ兵が一時占領するなど攻防戦が行われたほか、17世紀のイングランド内戦の際にも王党派の拠点となるなど、いくつかの戦いの舞台になっています。さっきの教会があったのはあっちの建物ですね。さっきよりも晴れて山が見えましたね。この今いるアングルシー島ですね。向こうがイギリスの本島で、今見える山々はこのイギリスの中でもすごい珍しい山岳地帯で、1000メートルくらいの山が連なってます。大体の見どころはこんな感じですね。ぼちぼちまとめに入りましょうか。今回はウェールズボマリス城を紹介しました。ウェールズの反乱に対しエドワード1世が13世紀に建てた古城で、今でも保存状態が良いことが印象的でした。チャペルの心霊現象の原因については謎ですが、個人的な見解としては1592年ウェールズ人のカトリック神父ウィリアム・デイビスが処刑されていることが関係しているのではないかなと思いました。ただチャペルはもともと声が響きやすい構造だったことから、観光客か誰かの声が響いただけな気もしています。皆さんはどう感じましたか？今回はここまで。それではチャオ。